こんにちは、空手家工芸です。今回は体が硬くても誰でもハイキックが蹴れるようになる簡単な方法をお伝えしたいと思います。これまでもいろんな方に体が硬くてハイキックが蹴れないんですといった悩みや相談を受けてきましたし、僕自身も昔は体が硬いからハイキックがうまく蹴れないと思って苦手意識を持っていた人間なので、ハイキックが蹴れないと悩んでいる方の気持ちはすごくよくわかります。でも実はハイキックって股関節の機能と動かし方さえ分かってしまえば、体が硬いままでもすぐにその日のうちに蹴ることが可能になるんです。そこで今回は開脚があまり得意ではない壮年部の同乗生の方に手伝ってもらって、どうすればすぐに蹴れるようになるのかを実際の上段が蹴れるようになる映像を見ていただきながらお届けしたいと思います。しかも今回は165センチの壮年部の方が100度程度の開脚で180センチの僕の顔が蹴れるようになるので、どうやっているのか、そのビフォーアフターをぜひお楽しみください。このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇して国決の過去の試合動画や実際に効果の大きかったトレーニング理論、ローキックが効かなくなる簡単な技術など、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術に興味がある方はぜひチャンネル登録お願いします。以前こちらの動画で筋運動感覚残光という効果を用いてパンチ力を一瞬で上げる方法をご紹介しましたが、今回は過去の運動や経験から作られてきた固有感覚や深部感覚などと言われる体を動かす時に使われる感覚を補助的に修正することで、飛躍的に短い時間で簡単に上段を蹴ることが可能になる方法です。ちなみに自分と同じ身長の相手なら距離を合わせれば一般的にはかなり体が硬いと言われる90度開脚できれば蹴ることが可能になります。まずは本当にハイキックって開脚しなくても蹴れるのと思っている方もいらっしゃると思いますので、実践のハイキックは実は思ったほど開脚しないで蹴っているということが分かる角度の画像を何枚かご用意しましたので、ちょっとこちらの写真をご覧ください。蹴りが当たった瞬間ってパッと見は開脚してそうに見えるんですが、実は切り取って角度を見ていただくと、案外股関節の角度ってそれほど開かなくても蹴れることが分かっていただけるかなと思います。もちろん体が柔らかい人しか蹴れない間合いや蹴り方もありますが、通常の上段回し蹴りは基本的には100度、このぐらいの角度が開脚できるようになれば、自分の身長よりも高い相手も蹴ることが可能です。これから実際に同乗生の方が上段を蹴れるようになる映像と、それをご覧いただいた後にこれを知らないとやり方を模倣しても上段が蹴れるようにならない重要な5つの注意点をご説明していきたいと思います。今回は165センチの壮年部の方に協力してもらい、僕の顔の高さが蹴れるようになる動画ですのでご期待ください。ではどうぞ。今日は同乗生に手伝ってもらって体が硬くても上段回しが蹴れる方法を説明したいと思います。ちょっとじゃあすいません、最初開脚を少ししていただいてよろしいですか。じゃあすいません、ちょっと開脚してもらっていいですか。はい、ありがとうございます。大体どうだ、90度から100度ぐらいですかね。 OK です。ちょっとそれはそのまま読まれていいですか。一般的に大体90度から100度ぐらい開けば自分の顔ぐらいの高さは蹴れるんですが、ちょっとそれが分かりやすい図を撮りたいなと思います。今先ほどみたいな100度前後開脚した状態なんですが、ここで僕が寝てみると大体僕の顎ぐらいは蹴れるっていうことがこれで分かります。要は上段回し蹴りを蹴るときってこの骨盤の角度が蹴るときに再現できればこの高さが蹴ることが可能になります。なのでそれほど開脚しなくても実は顔の高さって蹴ることができます。ちょっと今からこれやってみたいと思います。この形で壁の方に来ていただいて、右手でじゃあちょっと腰あたりぐらいの持ってもらっていいですか。2回ですね。で倒しながらちょっとここ蹴ってもらっていいですか。で最初合わせるときに足を乗っけてください。こういう形でペアの人で足を乗っけてもらって、でかかとをじゃあこちら側に見てもらっていいですか。この形で上げていくと、でかかと、そうですね、つま先立ちになって、そうですね、そうです。こうしてもらうとこの先ほどの開脚の角度まで上がると、こう構えてる僕の顎ぐらいの高さが蹴れるようになります。で持ってきてもらって、そうですね、返して、でかかとで必ずでこれで何度かじゃあ足持ってきてください。ここで曲げて伸ばして曲げて伸ばしてからもう一回伸ばして、で上げて伸ばして、そうですね、上げて、はい、そうですね、よし OK です。このような形で、軸足をしっかり返しながら今の開脚の角度を体で再現できるようになったら、これ持ったままでそうですか。こんな形で開脚それほど実はしなくても蹴ることが可能になります。
ちなみに硬いから蹴れないって言われてる人は大抵が、骨盤と軸足を返さずに体が正面見たままこういう形で、蹴ってしまうので、体が邪魔をしてこう足が上がらなくて、これ開脚関係なくて、さあここをしっかり返して骨盤を先ほど開脚した向きに合わせて、蹴ってあげればそれほど開脚しなくても蹴れます。ちなみに人間の体って自分の体の真横ですね、こっちには開脚って実はできなくて、僕もこっちに真横に関しては上がらないので、これ蹴るときに腰を切った後に体を止めてしまって足がこう通過するような蹴りをすると、自分の体の真横を通過する必要が出てきてしまって、上段回し蹴ろうと思っても骨盤が邪魔で蹴りが上がらないので、必ず足が上がりやすいのがこの骨盤に対して45度になるんですけど、ここに対して足が上がるようにして蹴ってあげると、真横を通さないことが大切になってくるので、蹴るときにこう真横にこう上げてこうやって蹴る人がいますが、これでは高く蹴れないので、基本的には自分の45度方向に膝を上げてきて、ここで腰を切って蹴ってやると、これだけで上段回しかなり蹴りやすくなるので、自分の骨盤の真横に足が通らないように気をつけてみてください。どうでしたか？ご覧いただいたように上段回し蹴りは100度開脚できるようになれば、自分よりかなり身長の高い相手でも蹴ることが可能になります。しかも一般的にかなり体が硬いと言われている90度開脚しかできない人でも、少なくとも自分と同じ身長くらいまでは蹴ることが可能なんです。ではここから今回の方法を行う上で、これを間違うと同様の方法を行っても上段が蹴れないという気をつけていただきたい点を5つありますので、これからお伝えしていきたいと思います。ちなみに今回1つ目の注意点めちゃくちゃ大切なので、しっかりと聞いてください。1つ目、それは蹴る人が軸足と蹴り足の両方の足首をしっかりと伸ばすことです。開脚をして体を前に倒すと分かると思いますが、体が硬い人ほど痛いのは股関節ではなくハムストリングスと言われるこちらの太ももの裏の筋肉です。つまり開脚が苦手な人はここのハムストリングスという筋肉が硬いから開脚が苦手なんですが、足首を足の甲側こちらに背屈させてしまうと、アキレス腱や腓腹筋といったハムストリングスとつながっている筋肉が引っ張られた状態になってしまいます。だから足首を背屈させるということは、もともと硬いゴムを少し引っ張った状態から、そこからさらに引っ張ろうとすることと同じになってしまうんです。当然そんな状態であれば、もともと硬い人は座っていた時の開脚角度さえ再現が不可能になるので蹴ることができません。ですがそれ逆を言えば、足首を低屈って言って、こちらに足首を伸ばす方に足首を曲げてあげることで、ハムストリングスが最大限縮んだ状態を作り出せるので、自ら伸びる余白を作り出すことが可能になるんです。当然ゴムも引っ張った状態からよりも縮んだ状態から伸ばした方が伸びれますよね。そうするとそれだけで足が高く上がるようになります。ですので蹴る側の人は両足の足首をしっかり伸ばすことを必ず意識してください。そして2つ目は、足を上げるのは骨盤に対して45度にすることです。先ほども説明で述べましたが、股関節は構造上真横は骨盤が邪魔になるので、よほど腱が柔らかくなければ上がりませんし、下手に真横を通して蹴っていると股関節痛の原因になります。最も効率よく上がる45度方向に足を上げるフォームに調整してください。そして3つ目は、蹴る人はフォーム改善中のバランスを保つために体の後方で骨盤の高さに来るように壁に手を置いてください。ちなみにこれ壁から近すぎても遠すぎても蹴りにくくなってしまうので、腕を伸ばしたぐらいの距離に立ってから骨盤の高さで体の後方に手を置いて蹴るようにすることで、上段を蹴るときに正しい角度にこの体を倒しやすくなり、フォーム改善がしやすくなります。そして4つ目は、補助役の立ち位置と蹴りを出す向きは壁に対して45度にするです。蹴りを出す向きは壁に対してぴったり45度である必要はありませんが、蹴る向きを間違えると壁をこの支える腕の筋肉のこの双方と体を倒して上段を蹴る時の筋肉の連動、ここの連動が悪くなってしまって、うまく体を倒せず足が上がらなくなってしまうので、この蹴る方向も気をつけてみてください。そして最後5つ目、これも絶対にやってください。足を上げた状態から蹴る動作と、足をついて構えたところから蹴りが当たるまでの動作、これをサポート側が力をそれほど使わなくても本人の意思で動かせるようになるまで繰り返すことです。
今回の方法はもともと脳内になかった固有感覚に運動記憶を上書きすることで動作改善をする方法なのですが、そもそも固有感覚とはそれまでの体験と記憶で作られていて、壮年部になればなるほど脳が効率化を進めていて、普段使わない神経系は排除されてしまっているので、若い頃のように1回2回でなかなか全身の連動を脳に理解させることが困難です。そのため動画内でもやっていたように、担いでしっかり軸足を返して距離や角度を調整してあげた上で、上段まで足が持ってこられたら膝を固定して曲げて伸ばして曲げて伸ばしていく形で、足が上がった状態で膝を伸ばす運動感覚をまず記憶してもらい、その後足を下ろして構えた状態から膝を上げて返して膝を伸ばして曲げて下ろしてっていうところまでをフォローしながら、何度も蹴り側の人が力まなくてもその動作が繰り返せるようにフォローする人がサポートしてあげてください。補助役の人が軽くサポートしただけで動作が繰り返せるようになってきたら、今度はサポートなしで構えた状態から蹴ってもらって小さな点を修正していきます。もし全くできなかった場合は、まだ脳が感覚を再現できていない状態なので、同じ方法を繰り返してあげることでできるようになります。以上が今回の注意点5つです。1つ目、蹴る人は両足首をしっかりと伸ばすこと。2つ目、足を上げる方向は骨盤に対して45度にすること。3つ目、壁を支える手は腕を伸ばし骨盤の高さで体の後方にすること。4つ目、補助役の立ち位置と蹴りを出す向きは壁に対して45度。そして5つ目、補助役の人は固有感覚を上書きするための動作であることを忘れず、しっかりとサポートしながら蹴り側の人が自分の力である程度再現できるまで繰り返しサポートしてあげることです。これを気をつけた上で実際に行ってみてください。いかがでしたか？これまでたくさん見てきた体が硬いから蹴れないと相談してこられた方々の共通点は、蹴りの時に股関節の角度を座った時と同じ角度にすることが苦手なだけで、先ほどご覧いただいたようにほとんどの方が補助を受けながら正しいフォームを実際に行うと、本人が驚くほど簡単に高いところが蹴れるようになります。もし体が硬くて上段が蹴れないという方や、仲間に体が硬くて上段が蹴れない人がいるという方はぜひ参考にしてみてください。今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者コウケツの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。